でボノをアップしてこうやって撮ってたんですよ、ボーカリストのね、U2 の。でだんだんでもその人は異変を感じて寄ってたのを弾いたんですよ。でどんどん弾いてって、要するにこのドーム内で行われていることの全体を記録しないと自分は体験を記録したことにならない。デジタルで覆われた体験が勝っちゃったの、現実に。こんにちは、川田トムと申します。普段は AR というか拡張現実にまつわる開発をやらせてもらっております。本日は5つのレベルにわたって空間コンピューティングについてお話ししたいと思います。空間コンピューティングっていうのはですね、狭い意味で言うとアップル社がね出したビジョンプロ周辺がスペシャルコンピューティングという定義でですね、商品を出したわけですけども、僕の捉えている空間コンピューティングっていうのは AR とか VR とか XR とかね、あとメタバースとか網膜を広くセンサーとかいろんな技術や概念が集まって一つに集約したものが空間コンピューティングだと思っています。空間コンピューティングに紐づく開発を僕はしてきたので、いろんな事例をね交えながらいろんな方々といろんな世代の方にお話をしたいなと思っております。小学何年生ですか？小学4年生。4年生。何が好き？教科は？美術ですかね。お、いいね。漫画は何が好きですか？最近流行ってる推しの子ですかね。ドラえもん見ますか？ドラえもん見ます。見ますか？ドラえもんってさ、いっぱい秘密道具があって、秘密道具図鑑っていうのがあるんですよ。そこにね、僕が作れそうなものを付箋貼ってるんですよ。大体空間にまつわる道具は作れるなと思ってで作ってみてるのね。で声塊って知ってる？あ、声塊知ってます。声塊にね作ったんですよ。多分こういうことになってたんじゃないかなと思ってユリア。おお、すごい固まってる。ユリあが消えた。ア消えましたね。深くそこに埋まってしまった。じゃあ僕がせーのっつったらこれに向かって言ってくださリンゴ。い。いいね。ちゃんとカタカナなんですね。そうなんですね。パパとママどっちが好きですか？せーの。2人とも。優しいね。優しいね。このちゃんとこれね空間にぶ刺さってますけども、これがね一つの空間コンピューティングかなと思うんですけどね。学校でさタブレットは使いますか？あんま使わない。あんま使わない。パソコンってよく使ってます。パソコンどうですか？使ってみて。結構みんな慣れてます。慣れてる。まあタブレットとかパソコンがもしかしたらこんなになっちゃうかもしれない。遠い未来の話ですね。いやそんな10年以内になるかもしれないね。これビジョンプロっていうのはこれ何なのかってちょっとざっくり説明するね。スマートフォンってこうやってさ画面に触るでしょ、それがもう触るってことをしなくてよくなるんですよ。もうゴーグルで見えてるところがもう画面だからもう触るっていう概念がなくなる。自分が何を見てるかもビジョンプロのセンサーが認識してくれるから、これをなんかじーっと例えば見てたらこれが何なんだろうっていうのがピッと解説出たりとかね、その目の動きや、目の焦点の情報や、あとその身振り手振りがこの視界に入ってなくても取れるからフリーハンドでコンピューターと接触してるっていう。こういうのができる前提でですね、僕は勉強に関して思うことがあってですね、でフリーハンドになるとさ両手が使えるから書いたりできるんですよ。で書いたものに対して目を集中させてたらこういうのが出てくるとかね。だから一つの魔法みたいになるんだよね。記号を描いたらその記号が出てくる。そう。これもねでっかく書いたらでっかく出てくるとかね。すごい。こういうふうにもしできるとしたらさ、何か覚えるのが楽しくなるじゃないですか。確かに。中学3年生。3年生です。空間コンピューティングっていうのが今日テーマなんですけど、はい、今パソコンでやってるようなこと、スマホでやってるようなことがこれ一つでできるようになったらどうなるかなっていう話をですね、はい、一緒にしたいんですけど、はい、VR 的なやつがちょっと前まであったり、オキュラスとか、はい、あれからちょっと進化してて、何が違うかっていうと、まず現実との接点を調整できるっていうグラデーションで、ここにいる人もいる人として見ながら
デジタル領域のものを配置できるっていうか。あーすごっ。自分のスマホって持ってるもんですか？持ってます。友達と遊んで楽しかった思い出とかね記録するでしょ、はい、家族で旅行したりとか、はい、それの記録方法も再生方法も変わるだろうなっていうのが。友達と最近遊んで楽しかったやつって何ですか？今日の午前中に、なんかミスドの食べ放題があったんで、それに行きました。その記録ってなんか撮った？スマホで。写真で2枚ぐらいしか撮ってないですけど。なるほど。それがね、空間コンピューティングだとどう変わるかって話をまずすると、はい、12年ぐらい前に作ったんですけど、物に記憶っていう物にね記憶ができるっていう仕組みなんですけど、これにさ、今日せっかくゆうやさんと会えたからこの記憶を残そうと思うんですよね。はい。ちょっと一言ください。今日の今のところの気持ちを。今のところドーナツが美味しかったです。それ会う前でしょ僕これ記憶したでしょ。はい。これがね物に記憶されてるんですよね。これね物に確かに。今のところドーナツが美味しかったです。これはね今この物の、カメラに映る情報の特徴点っていうのを拾ってそこに関連付けをしている。空間コンピューティングっていうのは空間自体にそれを配置できる。GPS ってわかる？あれ位置情報。そうさすが。地図でさ見ると GPS を使って自分の場所がわかる。はい。それの上位互換みたいなのが VPS と呼ばれるもので、ビデオなんですよ。ビジュアライズの、映像化の特徴点からそれがどこであるか、どの場所のどの位置なのかっていうのを計算するのがあるんですけど、それとこの技術を組み合わせると自分が辿った場所にその場所の記憶を宿らすということができるから、自分の記憶の追体験ができるんですよね。憧れのアーティストとかもしいたらその人がどこどこを訪ねたっていう動線をその人が体験したように体験できるとか、美術館とかでなんかイヤホンで聞くやつあるでしょ。絵とかの解説をさ、あれがもう街中全世界でできてしまうイメージです。っていうのがまあちょっと分かりやすい例なんですけど、ゆうなさんは空間コンピューティングどう使えそうか。ぬいぐるみとかにそれを買ってもらった時の気持ちをプレゼントした人は泣いちゃうやつですね。嬉しいね。僕たちのね、文化は思いをどうやって伝えるかでメディアっていうのは進化してくるから、それもね多分ゆうやちゃんたちの世代がこういう仕組みを使ってどうやって使うかによって進化していくと思いますけどね。告白ってさ今中学生するの？されますよ。される？されます。される側？される側です。でその時に物にその人の思いが入ってるかもしれないよね。ちょっと気持ちがあんま伝わらないから。そうだよね。そういうのは面と向かっていうのがいいのかなって。やっぱそうか。はい。大学では、デザインを普遍的に学びつつ、小さい頃から映像を作っていて、で今将来は映像ディレクターになりたいなと。もう今スマホとかさ、映像をね楽しむものいっぱい増えてるけど、もしかしたら10年後は空間コンピューティングがカジュアルになったら、そこで楽しめるものを作ってるかもしれないね。そうですね。映像とかのその標準がどんどん画面から多分また別のものになるんじゃないかなと思ってて、これね2009年に iPhone が出た時はさこんなボタンだったんですよね。僕もちょっとマテリアルっぽいなと思ってたんだけど、専門的に言うとねスキューモフィズムっていうんだって、でいよいよスマートフォンの何億台も世界中で使われ始めた2012年頃からもうフラットデザインになったんですよね。平面的なものになった。これはもうね意識的に多分変えたんですよね。みんなの認識がもうこの物理じゃなくてもこっちの平面に移り変わったっていう。みんながみんなフラットデザインに慣れ親しむと人間って一番長く持ち歩いているものの影響を受けるから、やっぱこの中で起こっていることが現実に今度侵食し始めるわけ。もうこれはつぶさにデザインだからさ、勉強してるからこれ思うでしょ。いやもう最近のトレンドっていうかもうこれが当たり前みたいな形にはなってきてますよね。やっぱりフラットデザインの中でね情報を見てる人にとってはフラットなものの方が目につきやすいんですよ。次、ス
ペーシャルデザインっていうことになるんじゃないかと。ああ、なるほど。空間コンピューティングってこと自体がまだ最初の初速のとこだからさ、急にはこうにはならないけど、やがてこういうビジョンプロとか他の筐体とかが、安く買えるようになるとか、そういう時が来るかもしれない。来た時は多分こういうデザインじゃないとむしろねってなってくるだろうなと思って。でもデザインって未来のことを考えるからさ、こういう風になってきたらどうなるでしょうかねっていうのを孝太郎君考えたくて。なるほど。これあれだよ、デザインだけじゃなくて、はい映像もそうだし、あらゆるものがそうでね、これ僕作ったのはね、これを意識してるんですよ。これアクリルスタンドなんですけど、あ平面が平面が飛び出してるでしょ。これは多分なんか遊戯王とかおうおうああいうのでこれできたらめちゃくちゃ楽しそうですね。だからなんかこの方向性ってさ、2つあるなと思ってて、デザインとかねの方向で何かを飛び出させるみたいなことが一つのスタンダードになるっていうのはある。あとなんかデジタル付加価値なんですよね。カードだけの価値っていうよりは、カードからさらにオーバーレイしたデジタルの価値で、ここのデジタルの価値の価値づけみたいなものに NFT は多分失敗したんですよ。この価値づけみたいなことがウォレットを持ってない人は何の価値だか分かんないっていう。でも飛び出してきたらさ、それが何なのかって分かるじゃん。空間コンピューティングっていうのは頭の中の想像でやってたことが共有できるんですよ。なんかスマホってすごいなんか革新的だなって思ってたんですけど、これが多分時代遅れになってくるんだなっていうのはもうひしひしと感じました。今大学院で大学院です。何を勉強してるんですか？ VR と医療系ヘルステックっていう分野でどうつなげていけるかなっていうのを考えております。空間コンピューティングをどういうふうに捉えてる今のところ？今あるリアルの空間そのものがコンピューティングっていうものに置き換わることでできる範囲も変わってくるし、そもそも物理システムだったり、物理法則も変えていけるので、そこの調和というか相性がすごく僕の中で難しいなと思っていまして、医療に使うとさ、そのちょっと1ミリのズレとかさ 0.1 秒のズレが本当に命に関わるから、まずそこかもしれないね。確実に僕言えるのはさ、悪いところというか、画面を見てさ現実はここにあるっていうこういうことなんだね。視点のこの移動がないとデジタルの介在できない、がもしかしたらこの空間コンピューティングの先は見てる先にオーバーレイできるっていう世界になるよね。そのレントゲンとか何かを踏まえて時間を置いて見るものじゃなくて、もうその場で判断しなきゃいけない時ね、は結構緊急医療とかたくさんあると思うけど、それはすごい生きてくるだろうね。生成系 AI っていうのが一方であるでしょ。あります。GPT-4O、4O でなんかさ画像解析してとかあるけど、手順としては画像を撮ってアップロードしてっていうのやってるけど、その回転速度を速めるとリアルタイムだから、リアルタイムで見えてるものに可視化するっていうことはもう時間の問題だろうからね。今のところデジタルで当たり前できる物理演算みたいなことと、現実には例えば法律もあるし人間の脆さもあるし、そういったものは物理演算にないし、あとメンタルの部分ね、そういったものを補完するものとして生成系 AI が多分オプトインしてくると思うんだよね、その空間コンピューティングに。それがスムーズになった時に、さっきね直人君が言ってたギャップみたいなものは補完されていくんだと思うんだよね。どうしたいんですか？その手術とかをしたい、その一般ユーザーが病院に行くっていうことの代替にしていきたい。今ある VR の遠隔診断とかは使われているとは思うんですけど、そこのクオリティをもっと上げたり、僕自身、画像診断で昔病気が見つかった過去がありまして、本当？そういう技術で何か診断して助かるものができたらいいなっていう。本当そうだよね。本来時代の流れ的に我々は、順番として享受できるところが、ややもすると僕らのモラルとか技術を知らないとか、あと法律かな、法律も大きいと思うけど、障壁になってくるけど、でもやっぱり前例を作るのが大事だと思うね。こういうことができるんですっていうね。水野さんとね結構会話重ねてきてて、柔らかい方だけどね、弁護士もいろんな人がいてさ、水野さんはどっちかというとクリエイティブにね、なんか味方してくれるようなところが本当にあって、
何するにも合法なのかっていうのは結構不安でちょいちょい相談してたんですよ。いろいろ法律としては重しはあるんだけど、クリエイティブの未来について明るい示し方をねやってる人だから、でやっぱこういう新しいさ、なんか空間コンピューティングって、新しいものを考えた時に法的な最大はやっぱり水野さんに聞いた方がいいなと思って。ありがとうございます。この空間コンピューティングがもうすごい流行った時にね、変な問題になってほしくないなっていうか、今のドローン状態になってほしくない、街中でこうつけちゃいけないよみたいなことなのが一番最悪で、それ潰していきたいんですよね。あれ行きました？スフィア見た？ベガスのスフィア。行ってない行きたいですね。もう体験とか変わってんなと思って、我々の生活している上でのデジタルの介入具合が変わってるんですよね。U2 がさ出たの、でタイムラインでいっぱい出てきたでしょ。見ました。そこに体験して見てる人が撮影してるわけですよ。撮影 OK だから海外は。でボノをアップしてこうやって撮ってたんですよ、ボーカリストのね、U2 の。だんだんでもその人は異変を感じて寄ってたのを引いたんですよ。でどんどん引いてって、要するにこのドーム内で行われていることの全体を記録しないと自分は体験を記録したことにならない。それって結構なもうなんだろう分岐点だと思うんですよ。だってデジタルで覆われた体験が勝っちゃったの現実にっていうことがめっちゃ面白いですね。それ象徴的ですね。そうなんですよ。ってなってくるとやっぱ空間コンピューティングもデジタルと大技術だからね、やっぱりそこの体験の最高到達点みたいなことが更新されてるから、そうなってくるとやっぱ法律も更新しなきゃなっていう、それを記録するっていう行為、あと空間コンピューティングで記録するっていう行為がどこまで許されるんだっていうか、もうだって記録してることさえ分かんなくなるでしょ。いや確かにね。その辺の法律の、その辺ってどこの辺なのかもういや大丈夫ですよ。っていうのが切り取れないぐらい、よく昔からその、ね、リアルとデジタルの融合とかっていうのがもうここ20年30年の法学の業界の、あるいは何かルールを作る、新しいルール法律を作るとかいう時の最大のトピックだったわけなんですけど、それがいよいよどこの議論すればいいのかわけわかんなくなってきますね。今まで人格権、肖像権とかパブリシティ権っていう人格権とかって大体顔なんですよね。顔の権利だったんです。声も常にスキャニングされるし、動作もスキャニングされるってなると、自分っていうその人格っていうものが顔とかだけじゃなくてマルチモーダル化するっていうか、そういうところはこれからすごく議論としては必要になってくるだろうなっていうのが今思っていることですね。強い権利認めすぎちゃうとスキャニングできないとか、そうだよね、その空間コンピューティングの常時スキャニングされている状況に入っちゃダメとか、私は入らないとかいう人を増やしちゃうみたいな、そういう懸念もあって、今までだって体の動きとか声とかに著作権とかなかったです、そうなかったんですよ、振り付けになったら著作権を与えるとか、あるいはあるんですね。それはもうあります、振り付けはあります。詰めすぎても逆にそうなんですよ。できなくなっちゃうし、かといってその法整備がないものってさ、無実化というか、なんかなかったことになりますもんね。具体に落とすとさ、さっき直人君っていうねデジハリの大学院行ってる人が、こういう空間コンピューティングと医療を接続して、なんかそこにね貢献したいみたいな、それはいいじゃないですか。で僕はそういう技術が例えば遠隔地で空間コンピューティング使ってダヴィンチみたいな感じで、ダヴィンチって手術の手術のね装置がありますけど、ああいうものを先端としてもう優れたね外科医がどこどこの国にいてもリアルタイムで手術ができるみたいなことは最先端としてあるけど、僕両極進まないと医療のねそのデジタルの強化が進まないと思ってて、やっぱり法律が、こういうコンピューティングが生まれる前にできてる法律だから、だいぶなんか時代と合ってないこともあって、あと空気ですよね、空気っていうか、あとは企業のそのメンタリティというか、やっぱりなんかお墨付きがないとやっちゃいけないんじゃないかとか、国が指針を出してくれれば我々もやれるのにみたいな企業があまりにも多くて、まずだからルールの捉え方、マインドセットを変えていかないと。法律はやっぱさ
もう学問というか分野がもうドーンとしてるからさ、はいはい歴史とともに積み上がっていくんですよ。はい。あと映画とか漫画とかもさドーンとあるからさ、うん。やっぱ歴史が積み上がってくるんだけど、でも最近コンピューターサイエンスだってもうそれなりの歴史で、そうそうそう、もうだからスペシャルコンピューティングだってコンピューターサイエンスからしたら、なんていうか別に特別なことじゃなくてもう予期されてた未来じゃんっていう話ですよねきっと。そうしたいですね、うんだからみんなハチ公前で集合みたいな感じで空間コンピューティング前に集合ねっていうあ空間コンピューティングっていうのはまだまだ専門的な分野で一部でしか言われていない技術や概念とかですけども、自分におけるコンピューティング、空間コンピューティングはどういうことがあるかなっていうこともそうだし、あと NFT とかねメタバースも含まれてますからね。僕も AR ずっとやってるとね、なんか AR 終わったとかすぐ言われるんですけど、終わりとかじゃないんですよ。もう技術には束になって一つの時代に切り取られたものになってきて、今それ空間コンピューティングなんで、自分が探求してたことが終わったと言われた技術かもしれないけど、それを空間コンピューティングに持ち寄ってみて、またね新しい可能性が見えてくるかもしれないし、なんかちょっと自分ごとにして空間だからいろんなものを持ち込めるから考えてみてほしいな。集まりましょう皆さん、専門家の皆さん、そして一般の皆さんも空間コンピューティングでお会いしましょうということです。ありがとうございました。